皆さん、こんにちは。今回プレイする国家は、こちらのカールサー統治。人口も資源も申し分のない中堅国家なのですが、立地が最悪で、開始直後から東インドに領土を狙われます。どうなるのか、ちょっとお見せしますね。運が悪いと、開始半年で攻めてきます。ちなみに、屈服してやり過ごすのもちょっと無理。首都を取られちゃうから再起不能になっちゃいます。クソ、スキップできない広告でクチャラーの動画が出てきた時くらい畜生。何が ASMR だ、ふざけるな。とまあ、運が悪いと再スタートが必須の国家です。ちなみに最初の進行先はゲームスタート時点で決定しているようなので、このパターンを引いた時はニューゲームで初期設定からやり直しです。でも何度もやり直してなんとか先に進めるパターンを引き当てたよ。あと今回はこのイギリスを従属国にする目標で進めるよ。ちょっと自信がないけどね。それではゲームを開始しましょう。最初になぜインドに狙われるのかを説明しておくね。こちらが首都の州情報です。ほら、インドが制御権を持っています。ちなみに首都以外の全ての州にも漏れなくインドの制御権がついてます。こんな状態だから急いで初期拡張して強化したいと思いますね。ちょっと試してみましょう。一見インドは参戦しないように見えますね。でもね、そううまくはいかないんですよ。ほらね、こうなっちゃうので普通に初期拡張はできません。もちろんちゃんと策はありますよ。戦争を開始するには機を見て動く必要があることを先にお見せした次第です。では初期設定を始めましょう。最初に制定するのは干渉主義。軍部と交渉して成功率を上げます。正当性が低いのでショーブルジョワを外して政府改革します。政権入りした平民とも交渉できるようになったので追加で交渉します。イギリスと条約を結びます。ちなみに独立保障はインドから攻められても守ってもらえません。本命はこちらの勢力ブロック大使館です。イギリス勢力ブロックに参加するとちょっとだけインドの態度が軟化します。まあ本当にちょっとだけなんで時間稼ぎの一つの策だと思ってください。そしてインドとイギリスに関係改善を入れて全力でこびおるよ。影響力稼ぎのためのライバル設定はインドの東側の国にしておきます。増えた影響力で周辺国家に追加の関係改善を入れました。研究もいつもとちょっと違います。農業国なのでまた栗木から研究してみます。そして今回の初期建築はこちらです。2ページ目。ひとまず食料不足を解消してみる感じにしました。他国の設定は首都に対して道路整備、流動性促進、農業の推奨の3つです。消費税を設定します。タバコと酒は庶民の生活水準を考えると外した方が良いのだけど、財政が安定するまでは現状維持、サービスと茶葉の追加だけにしておきます。施設の設定変更です。行政府を非宗教的管理に変更。紙がないのでアップグレードは保留です。そして私有化を設定して民間経済の発展を期待します。はい、通算10回目くらいの初期設定、これにて完了です。さあ、時間を進めるよ。まずは最初の半年でインドの最初のターゲットに選ばれないことを祈ります。発生するパターンは大体4つくらい。イギリスのアヘン戦争に参加するか、イルマに攻め込むか、オマーンと戦争するか、それとも我が国に攻め込むかです。ちなみにカールサーを侵略してくる確率が一番高いよ。一番当たりのパターンはオマーンと戦争してオマーンが屈服しない場合かな。海軍力がなくて戦争が長引くのでその隙に好き放題動けます。でもね、その時録画のボタンを押し忘れちゃってて今回は違うパターンで進めるよ。結婚式イベントですね。多分これはインドの矛先から一時的に外れる当たりのイベントだと思います。ただインドからは相変わらず交戦国認定なのでいずれ侵略される運命は変わりません。
今度はカブールとの敵対イベントですね。そろそろ半年経過します。もうすぐどこかで戦争が始まります。おっと、インドより先にアフガニスタン国が戦争を始めました。さて、介入して領土を広げたいとこですが、まだ参戦してはいけません。まだここにインドが残っているからです。インドが中立を決める前に参戦すると、漏れなく敵側で参戦してくるんですよ。というわけで、インドが消えるのを待ちます。消えなかったら参戦は見送りです。よっしゃ、インドが中立を決めて参戦可能になりました。戦争目標はカブールの従属国家にします。州の獲得だと停戦期間が終わるまでその先に進めなくなっちゃうからね。さあ、初期拡張を始めるよ。ちなみに戦力的な問題はありません。ペルシアと全アフガン国家が束になっても余裕で勝てる戦力を持っています。勝利だよ。まあこんな感じでしばらくは他国の戦争に応じて動きます。およ、さっき従属国にしたカブールがなんか戦争を始めましたね。例によってインドが中立を決めるまでは動かないよ。時は来た。参戦するよ。であれ、緑バークの支援がないじゃん。まあ宗主国なら無条件の支持で戦争主導国を乗っ取れるから問題ないけどね。では戦争を乗っ取るよ。あれ？行動力が残ってないじゃん。これじゃ何も要求追加できないよ。まあ従属国の領土が増えるからよしとしよう。おっと、インドがビルマと戦争を始めたね。この時を待っていたよ。はい、インドからは参戦を歓迎されていませんね。でもそんなの関係ありません。無条件の指示で無理やりインドに加勢します。仕込みは完了です。この戦争が終わるまではインドは我が国に敵対できません。参戦したことで戦争の間だけ一時的にインドの態度が温和になります。そしてこの機に乗じて恩義を消費してインドと条約を結ぶのだ。さあ、インドの行動を縛っている間に急いで領土を拡張するよ。あとは下側の参戦可能期間が終わるまでビルマが頑張ってくれればよいのだけど。嘘、屈服されちゃったよ。助かった。参戦されなかったよ。インドさえ来なければ勝ちは確定です。まずは従属国の戦争で勝利。進路にも勝利したよ。港獲得です。世界市場に接続できたよ。今すぐ建設したいので国を入れてデバフを打ち消すよ。さて、ちょっと戦後処理をしましょうか。カブールの従属国になったマクランに関係改善を開始します。そして最優先で進路に造船所を建設するよ。世界市場と貿易を開始するために取引所も建設します。ちなみにイギリスの干渉力は現在147、勢力ブロックに加入できるまであとちょっとです。経済発展も順調です。このまま何も起きなければ良いのですが。おっと、今度はインドで反王国の反乱です。もちろん今回も無条件の指示で押しかけ参戦していきます。インドの参戦を封じている間に今回はチトラールを併合します。おやおや、東インドから反乱国への進軍ルートがなさそうだね。この戦争は長引きそうですね。じゃあこの戦争が終わるまでにどんどん領土を拡張しましょうね。チトラールと戦闘を開始。急いで次を始めるよ。クングズに宣戦布告だ。チトラールを併合したよ。クングズと戦闘を開始。クングズも併合できたよ。まだいけそうかな。カフィリスタンも併合します。これでアフガンの東側はコンクかな。すごい赤字が増えてるなと思ったら征服した州に建設局が10個も建ってたよ。全部ぶっ壊すよ。そろそろ終戦しそうだから今回はこのくらいにしておくよ。残念、ボーナスタイムは終了です。早速インドが塩対応に変化したね。はい、序盤はこんな感じで進行します。おや、戦争続きで放置してたけど固有ジャーナルが完了目前ですね。
王様が交代するとリセットされる進捗で、以前やった時は暗殺でリセットされまくりでした。ライオンの遺産、達成しました。自分から戦争を開始できない状況はまだ継続中です。今は石炭を増産して、大気圧機関に移行している最中です。古文のカブールから参戦要請だけど、まだインドが残ってるから一旦お断りだね。開始からずっと審議中だった干渉主義、可決したよ。インドが消えたら、カブールに加勢してあげよう。今回は、恩義で参戦するよ。ちょっとカブールが大きくなりすぎな気もするけど、アフガニスタンの征服は順調です。おっと、勢力ブロックの参加条件を達成しました。イギリスの勢力ブロックに参加するよ。これでしばらくはインドから狙われないね。戦争もそろそろ来てくかな。おっと、またまたインドでライナーですね。じゃあ、いつもの手順で領土拡大だ。インドにも押しかけ参戦、順番が逆でも大丈夫だよ。ちなみに、イギリス勢力ブロックに加入した後も、インドの戦争に加勢する手順は必須です。制御権を発揮させない限り、インドはいつでもカルサーを狙ってきます。インド側の戦争が開始、マイマナとの参戦可能期間は過ぎ去りました。マイマナとも戦争開始したのだけど、進軍ルートがなさそうだね。カブール君、急で済まないが軍事アクセスください。そしてカブール経由で、マイマナに進行するよ。ペルシアと終戦です。研究予約に植民地化を追加するよ。国家承認ジャーナルの開始条件なので、そろそろ研究しないとね。インドの反乱の先に終戦。マイマナの征服も完了だよ。またまた領土拡大チャンスだよ。今回のターゲットは、従属国のジャムの併合、分割史を整理するよ。ほぼ同時に回っているから、屈服されても安心だね。勝利したよ。あらら、インドの態度が再び交戦国に、つかの間の平和だったね。そして外交艦隊、可決したよ。こちらが現在の領土になります。次は、イギリスに取られる前に、ペルシア地方の沿岸部を確保かな。ちなみに、イギリスの勢力ブロック、市場統合の原則がないので大外れです。イギリス市場に入れたら楽だったのに。警察制度が有効になりました。そして植民地化の研究が完了、承認国家ジャーナルが開始するよ。国家警備も可決したよ。警察と合わせて、だいぶ治安が良くなるね。弾薬工場がアンロック。そろそろ大インドの分割もしないとね。鉄道がアンロックしたので、発動機産業を建築するよ。インダス川のインフラバフが強力で、まだインフラ上限には達してないけどね。インドの態度が支配的になったけど、侵略してくるのは交戦国と変わらないよね。久しぶりの領土拡張チャンスだ。ペルシアを内陸国家にしてやりますよ。もちろん、インドへの対策も怠らないよ。戦闘開始です。ブハラが介入してきたので、南の端っこをいただくよ。植民地法、可決したよ。植民は、近場のトルクメニアとゴムの確保でアフリカ東海岸に進出予定だよ。しまった、トルクメニアへの影響力が足りないよ。ブハラに保護国化の要求をすればよかったのかな。そうそう、アフリカ進出のために軍艦の建造を再開してます。ずっと予算不足で止めてたんだけど、そろそろ準備を始めないとね。領土拡張、大成功。後残りはバーレーンとマーンの領土だね。人頭課税が可決したよ。造船の赤字が帳消しになったね。大学への投資も始めたよ。イギリスに勝つには研究速度が重要だからね。拡張のチャンスが来た。オマーンからホルムズを奪うよ。ここの2カ所も忘れずに請求しないとね。おろ？ロシアが来たけど、陸からの進軍ルートはないはず。ロシアは結構海軍多いね。上陸に気をつけないと。おろ？しまった。高感度はロシア側の国だったのか。待機軍団、防御の配置につけ。よし、戦争は大変な時だけど、市民権を変更できたよ。おっと、チャンスだけど、どうしよう。なんとかなるさ。バーレーンからホルムズを奪うよ。
屈服だ。戦線は増えなかったよ。ロシアに南北から攻撃されてるけど、もうすぐオマーンが降伏するから、あとちょっとだ。やめて。もう増援送らないで。突破されちゃうよ。戦争中なのに砲丸どんどん崖するね。上陸作戦を撃退した南の軍も北に再配置して、なんとか均衡を保ってるよ。よっしゃ、なんとか耐え切ったよ。ペルシアの沿岸部、コンクリートだよ。およ？インドによる侵攻が始まりました。もちろん、戦うよ。我が国の一時要求ですが、ここは制御権の破棄にします。この戦争の目的は、インドにカルサ関連の制御権を全て破棄させることです。でもちょっと気をつけてね。ビルマ側の州は目標に入れちゃダメです。全陸軍に命じる。防御作戦でインド国境に布陣せよ。徴兵部隊も上限までかき集めて動員するよ。これで202対353。相手の方が多いけど、大丈夫。勝てるよ。なぜなら、長期戦になれば、インドは反乱の掟が介するからね。防御に徹してインドの自滅を待つ。これが今回の戦略よ。ここで大事なのは補給物資が不足しないこと。戦争開始後に消費が増えるのを見込んで、今のうちに建設を追加しておくよ。戦争目標の設定も終わったよ。やるべきことは済ませたので、あとは戦争の開始を待ちましょう。戦闘開始だよ。早速大きめの反乱衆が出てきました。戦線の圧が弱まりましたが、ここで欲を出して攻撃してはいけません。今は次の波に備えて士気を回復させる時です。完全無に可決したよ。インドの反乱は鎮圧されたけど、インドのスコアはもう20まで下がったよ。そして防御に徹していたため、我が軍はほぼ無傷。この戦、我が軍の勝利よ。完全勝利だよ。領土的には得るものはありませんでしたが、これでインドが介入してくる口実がなくなりました。さて、インドに勝利はしましたが、借金を背負ってしまいました。未承認国家で利子が高いので、早めに借金を返済しないといけません。首都の布告を減らして、権力を確保します。そして緊急事態ゆえ、お肉から消費税を徴収させてもらいます。あとは未回収の税金の対策ですね。行政府と製紙工場の建設予約を追加しました。まあ、これで借金返済は大丈夫でしょう。さて、インドについてですが、まだ交戦国ですが、もう攻めてくることはないと思います。制御権はもうないので、戦力的に弱いシャムやベトナムに矛先が向かうのが自然です。ロシアやオスマンと大戦争したら、後ろから刺してくることはありそうかな。まあ、大戦争が終わってきりが良いので、パート1はここまでにしましょう。さて、次回パート2の予定について。インドを気にせず戦争できる国になったので、ロシアに取られる前にペルシアを確保するよ。その後は南下して、エチオピアやケニアあたりのゴムの産地を確保だね。というわけで、パート2ではアフリカに進出して、イギリスを超えるための国力を確保する予定。続きが気になったら、高評価とチャンネル登録もしてくださいね。では、次回の動画でまたお会いしましょう。